エレクトロンディジタクト2。いやー、盛り上がってますね、最近。本当に。特にOS1.15 のアップデート。これは大きいニュースでした。そうですね、待望のスライスマシンが搭載されましたからね。あなたもフォーラムとかレビュー記事とかいろいろチェックされてるんじゃないですか。もしかしたらオクタトラックと比べてどうかななんて考えてたり。そういう方も多いと思います。今回はですね、そういった情報源、フォーラムの議論とか公式発表、チュートリアル動画なんかを元にして、このデジタクト2の進化、特に OS1.15 とスライスマシンの重要性、それからユーザーさんの声、そのあたりを深く掘り下げていきたいなと。いいですね。デジタクト2がどう進化してきたのか、そして今回のアップデートがあなたの制作にどんな影響を与える可能性があるのか、そこを明らかにしていきましょうか。はい、お願いします。じゃあ、まずそもそもの登場から振り返りましょうか。デジタクト2、登場は2024年の4月でしたね。初代のデジタクトには、ちょっと限界点というかありましたよね。メモリー容量とか、サンプルがモノラルだったりとか。そうでしたね。そこを解消してきたのが2だと。そうなんです。ステレオサンプリングに対応して、メモリーもトラック数もぐっと増えて、柔軟な16トラック構成になりましたし。シーケンサーも128ステップになって、フィルターも新しいのが入って、ユーグリッドシーケンサーなんかも搭載されました。ただ、リリース当初のファームウェアには、まだちょっと改善の余地があるかな、みたいな指摘もありましたね。そこからエレクトロンらしい継続的なアップデートが行われてきましたよね。はい。2024年の10月には OS1.03 が出て。これで待望もオーバーブリッジ対応。PC との連携が深まりました。大きかったですね。で、2025年の3月、OS1.10。これも多くのユーザーが望んでいたモノラルサンプリング機能が復活したんですよね。そうそう。あと、コンブラスフィルターとか、キートラッキングとか、サウンドデザインの幅も広がって。こういう改善の積み重ねがあって、今回の OS1.15 につながっているということですね。まさに。で、いよいよ本題ですけど、2025年6月25日リリースの OS1.15。やっぱり最大の目玉は、スライスマシン機能。いやー、これは本当に待ち望まれてましたからね。フォーラムとか見ても、イエーイとか、スライスイズナイスインディードみたいな、もう喜びの声がすごくて。熱気が伝わってきますよね。ではこのスライスマシンの仕組み、具体的に見ていきましょうか。チュートリアルとか見ると、まずトラックに新しいスライスっていうマシンタイプを割り当てるんですね。その通りです。まずソースページからスライスメニューに入ってスライスを作成していくと。はいはい。方法はいくつかありますね。一つはスライスグリッド作成。サンプルを均等に最大64まで分割できます。64。結構細かいですね。それからトランジェント検出を有効にすれば、音のピーク、アタックの部分ですね。そこを基準に自動でスライスポイントを設定してくれます。ああ、それは便利そう。ドラムブレイクとかには特に良さそうですね。まさに、そういう素材にはぴったりだと思います。もちろん自動でやった後でも、各スライスの開始点、終了点、あとルークマーカーなんかもかなり精密に調整できます。細かい調整もできると。はい。波形表示のズーム機能、縦横の拡大縮小も結構役に立ちますね。隣するスライスの開始点と終了点をリンクさせたり、逆に解除したり。ふむふむ。スライスの追加とか削除もファンクキーと矢印キーで割と直感的にできるようになっています。なるほど。で、その切り出したスライスを再生する方法っていうのも、何か新しいモードが追加されました。スライストリガーモードというものです。スライストリガーモード。はい。これを使うと本体のトリガーキー、パッドですね。あれに各スライスが割り当てられて、鍵盤みたいに演奏できるんです。へー。最大64個のスライスがあっても、ページを切り替えれば全部アクセスできますから、ライブパフォーマンスとかでもかなり有効じゃないかなと。即興でフレーズ作ったりできそうですね。そうですね。あとは既存のシーケンスに対してランダムに、あるいは順番にスライスを割り当てていくランダムリニアロックスっていう機能もあります。これも面白い効果を生みそうです。うわー、それはかなり強力な機能追加ですね。これデジタクト2での音楽制作の考え方自体が変わりそうな。まさにそう思います。単にサンプルを切り刻めるだけじゃなくて、デジタクト2が持っている強力なシーケンサーと組み合わせることで、予期しないグルーブとか面白いメロディーが偶発的に生まれる可能性を秘めているんですよね。はいはい。
作ったスライス設定はプリセットとして保存して後で呼び出すこともできます。これも便利ですよね。いやー、これはすごいアップデートですね。EZ ビーツさんの動画見ましたけど、完全に興奮しているって言ってましたよね。オクトラックとか MPC と比較して。ええ、かなり熱く語ってましたね。デーブ・マーチさんのチュートニアルも A 面ブレイクをスライスして、もうすっごい複雑なジャングルビート作ってて。あの動画はスライスマシンのクリエイティブな可能性をすごくわかりやすく示してましたよね。単に機能が増えたっていうだけじゃなくて、ディジタクト2の性格自体がちょっと変わったというか、可能性が広がった感じがしますね。まさにサンプルを再生するだけじゃなくて、サンプルを再構築するツールへと一段レベルアップしたと言えるんじゃないでしょうか。なるほど。で、これだけ魅力的な機能となると、もうすぐにでもアップデートしたいって思うわけですが、いくつか注意点もあるんですよね。そうなんですよ。まずアップデート自体にはエレクトロンのトランスファーっていうソフトウェア、これが必要で、これを最新版にしておくことが大前提になります。トランスファーですね、はい。それと PC と連携して使うオーバーブリッジ、これもですね、今回の OS1.15 に対応した最新版、バージョン 2.21 ですかね。これにアップデートする必要があります。OS 本体だけじゃなくて、連携するソフトウェアのバージョンもちゃんと合わせないといけないってことですね。その通りなんです。過去の例を見ても OS とオーバーブリッジのバージョンが合ってないと予期せぬ問題が起きることがあったようなので。なるほど。なので、できれば先にオーバーブリッジの対応状況を確認して更新してから本体の OS をアップデートするというのが一番確実かなと思います。手順としてはトランスファーを使って OS ファイルをデジタクト2に送って、あとは本体の指示に従えばいいと。基本的にはそうです。再起動後にファイルシステムのチェックが入ることがあって、最大1分程度かかることもあるようです。もしそこでエラーが出た場合は？その場合はですね、念のためプロジェクトとかサンプルをバックアップした上で、本体のプラスドライブをフォーマット。セッティングズメニューからシステム、フォーマットプラスドライブですね。これを実行する必要があるかもしれないと公式にはアナウンスされています。なるほど、バックアップは大事ですね。本当に。それでユーザーの反応っていうのはどうでしょう？フォーラムとか見てると、早も早くもさらに細かい点についての議論が始まってるんですよ。へえ、どんな点ですか？特に注目されてるのがゼロクロスポイントの問題ですね。ゼロクロス？波形がゼロのところを通る点。そうです。ループ再生させたり、スライスの開始点をちょっとずらしたりしたときに、波形がゼロじゃないところでカットされちゃうと、プチっていうクリックノイズが出ることがあると。それは気になりますね。せっかく作ったのにノイズが出ちゃうと。レディットなんかでそういう報告がいくつか見られますね。自動でゼロクロスポイントを検出する機能が一応あるはずなんですが、それが完璧ではないのか、あるいは特定のサンプルとか設定だとうまく働かないのかもしれない。デイブ・メックさんの動画では、トランジエント検出がノイズ除去に役立つみたいな話もありましたけど。そういう側面もあるんですが、必ずしも万能ではないということみたいですね。フィルターとかエンベロープ、ADSR で、ノイズを目立たなくするっていう回避策はあるんですけど、やっぱり根本的なアルゴリズムの改善を望む声は大きいですね。これは今後のアップデートで対応されるかどうかが注目されるポイントだと思います。なるほど。技術的な課題がまだ残っていると。そうですね。他にもスライスの編集機能をもっと自由にしたいとか、例えばウェーブファイルの中にすでにマーカー情報が入っている場合、それを読み込んでくれたらいいのにとか。他のソフトで作ったスライス情報をそのまま使いたいみたいな。そういうことですね。あとはもっと音楽的なピンポンループ、行ったり来たりするループ機能が欲しいみたいな声も上がってますね。なるほどな。ユーザーは貪欲ですね。それだけ期待が大きいということでしょうね。そしてやっぱりオクトアトラックとの比較、これは依然として活発です。出ましたね。オクトトラック。スライス機能がついたことでかなり近づいたんじゃないかっていう見方もありますけど。確かに機能的には近づいた面はあります。ただパフォーマンスサンプラーとしてのオクトトラックの独自性っていうのはやっぱりまだ厳然としてあるという見方が根強いですね。具体的にはどういうところが？例えばリアルタイムでのライブサンプリングとかルーピング、あの場で音を取り込んですぐに加工してっていう即興性、あとは DJ みたいな操作ができるクロスフェーダー、あれはオクトトラックならではですね。それからシーン機能、
複数のパラメータ設定を一瞬でガラッと切り替える。あれもパフォーマンスでは強力です。あとは入出力の多さとか柔軟性とか。なるほど。単にサンプルをスライスしてシーケンス組むだけじゃない、もっとライブパフォーマンスに特化した機能がオクトトラックにはあると。そういうことですね。だから制作スタイルとかどういうパフォーマンスをしたいかによってどっちが向いてるかっていうのはやっぱり変わってくる。フォーラムとかでも、まずはどっちか一つをじっくり使い込むべきだみたいなアドバイスも見かけますね。どっちも奥が深いですからね。単なる上位機種下位機種っていう関係じゃなくて、それぞれ違う哲学を持った楽器と捉えるのが自然かなと思います。今回のアップデートでディジタクト2の守備範囲は確実に広がったけど、オクトトラックにはオクトトラックの魅力が依然としてしっかりあるということですね。その通りだと思います。では今回の話をちょっとまとめてみましょうか。ディジタクト2の OS1.15、 特にスライスマシンの追加はユーザーの本当に強い要望に応えた非常に重要なアップデートだったと。これでデジタクト2はさらに強力なサンプラーであり、ワークステーションへと進化したと言えますね。ただ進化はまだ途中であると。そうですね。ゼロクロス問題みたいな技術的な課題も残っていますし、さらなる機能改善への要望も出てきています。これはエレクトロン製品に対するユーザーの高い関心と、理想の音楽制作環境への探求心の表れとも言えるでしょうね。新しい機能が発表されて、それが実際の制作現場でどう使われていくのか、そしてまたどんな新しい課題が見えてくるのか、そこは引き続き注目していく必要がありそうですね。まさに。さて最後にですね、あなたに一つちょっと面白い思考実験を投げかけてみたいんですが、なんでしょエレクトロンってこれまでもソングモードとか、そして今回のスライスマシンみたいにユーザーの声に結構応える形でディジタクト2を強化してきたじゃないですか。はい、そうですね。じゃあこのディジタクト2っていうかなりパワフルなハードウェアの基盤の上で、彼らが次に実装するかもしれない機能として、まだ誰も予想していないような、あるいはユーザーからまだそんなに強くリクエストされてないような、何か隠し玉的な機能って何だと思いますか？隠し玉ですか。難しいですね。ディジタクト2をさらに唯一無二の存在にするかもしれないような、そんな未来の可能性についてちょっと考えてみるのも面白いかななんて。なるほど。予想外の機能。例えばもっと物理モデリング的な申請エンジンが入ってくるとか。いや、それは飛びすぎかな。でもそういう可能性を考えるのは楽しいですね。ですよね。エレクトロンなら何かやってくれるんじゃないかみたいな期待感もありますし。今後の展開が本当に楽しみです。